今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみ、さっとボイルして、濃いめのだし汁につけて翌日楽しめるというね、オクラのだし浸しでございます。走りの頃のオクラって太くてしっかりしてるんですよ。で非常に美味しいので、食感ありの周りとろっとしてるからだし辛みのこのオクラの走りのね、オクラの美味しい時期に皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみオクラのだし浸しでございます。一般的ですよね、オクラのだし浸しで。今オクラ走りが出始めかな、いやもう出てるかな。で割とね、走りの頃のオクラって太くてしっかりしてるんですよ。で非常に美味しいので、さっとボイルして、濃いめのだし汁につけて翌日楽しめるというね、当日でもいいかな、でも冷たい方が美味しいですからね。では早速作っていきたいと思います。まず材料ですが、オクラだいたい1パック緑色のネットのやつで買うとだいたい10本ぐらい入ってますね。はい、なので10本です。でかつおだし、薄口醤油、酒、みりん、塩、あと削り節ですね。これは花がつおでもちっちゃいパックの削り節でもどっちでもいいです。まずですね、オクラのここ去年ですかね、オクラ何回かやったと思うんですけど、きゅうりの酢の物と刺身、オクラの刺身、そういうちょっと変わったメニューやってるんですけどね、ここ同じようにこの軸の硬い部分薄く削いでいきます。で周り四方を全部取れたら、この部分硬いのでここも落とすと、こういう状態が丸々食べれる状態になります。はい、オクラはフィリピン語でオクラって言うんですよ。本当ですか？本当です。はい。英語でもオクラです。あ、そうなんですか。はい。そしたら、だし浸しのだしですね、ベースのだしを作っていきます。まずかつおだし、垂れないんですね、このボウルがね。どこのボウルだろう、うちのボウルだよ。火かけます。この縁の構造がちょっととんがってるから持つと確かに痛いんだけど、大きいやつとかはだけど垂れないんですよ。液だれしない構造になってる。そうなんですよ。はい、沸いてきたらお酒、みりん、お塩しっかり入れます。で薄口醤油できちんとお酒が飛ぶまで、煮立てて、お塩をちゃんと溶かすって感じですかね。でこういうだし浸しの時とかはベースのこのだしに必ずお酒を入れた方がいいですね。だから食材がちょっとやっぱり浸潤しやすくなる。はい、お塩溶けて酒の気がなくなったら火を止めます。でこういうボウルに入れてちょっと冷まします。ちょっとじゃない、だいぶ冷まします。もう絶対食材に火が入らないぐらいまで冷ました方がいいですね。じゃないとこの後オクラボイルしてここにつけるんですけど、余分な火が入っちゃうんですよ。そうするとせっかく食感を計算してオクラ茹でたのにそれが全く無駄になっちゃうってことですね。はい、でこれ冷ましておきます。はい、じゃあ一番大事なオクラの下茹でですね。まずお湯沸かしてお塩入れます。お塩入れて緑が、鮮やかな緑に茹で上がるように。で必ずこの煮立ってる状態からのスタートで測ってくださいね。去年もこれやりましたけど30秒でございます。いきますよ、せーの。半分ぐらいでちょっとコロコロ、ちょっとコロコロ、最後5秒前ぐらいでちょっとコロコロ。はい、30秒です。そしたらお湯を切って冷水です。でだしは、冷えた状態ですね。氷下当てて、冷やしてもいいし、ちょっと室温に冷ましてから冷蔵庫入れて冷やしてもいいですね。で入れていきます。でつけて、でオクラ浮いてきちゃうのでちょっとラップなどでこの状態から下に押してあげる。でオクラとだしの間の空気を抜く感じですかね。この状態で約一晩置
置いて美味しく食べれます。今このすぐ食べれるんですけど、かなり淡白ですね。その場合はだし汁も一緒にちょっと飲むように食べてる感じがいいかな。はい、これを長時間漬け込んだものがこれですね。見た目はそんな変わらないですけど、ちょっとやっぱり塩分にずっと使ってるんで色が少し変わる感じですかね。見た目はそんな分かんないですね。はい、では盛り付けていきます。こういう風にね、トゥルーってこうオクラの粘りでこうなるんですね。で汁も一緒にこんな感じかな。で最後におかか。はい、完成です。じゃあね、一晩漬けたオクラでございます。鰹節と一緒にこうつるーっとね、この周りのだからこのとろっとした感じがこの出汁を絡ませる状態に少しなるっていうか。いただきます。茹で時間がね、ほんと30秒っていうのはもうね秀逸ですよ。すんごいバッチリを超えてるかもしれない。なんかオクラ茹でてこういう風にするとなんかくったりしてるイメージありますよね。全くそんなことないです。ピンとしてますまだ。で食感ありの、周りとろっとしてるからだし絡みの、だからちゃんと塩分も感じて非常に美味しいだし浸しになってますね。これは本当は日本酒かな。最近やっとね、日本酒の飲み方も分かってきましたからね。やっぱり同じペースでごくごく飲んじゃうからよくないですよ。危ないし。というわけでこのオクラの走りのね、オクラの美味しい時期にぜひオクラのだし浸し、ちょっと基本っぽいレシピですけど、改めてこう基本に帰るつもりで、なんていうかな、しみじみ美味しいぞみたいな、そんなレシピです。ぜひやってみてください。ごちそうさまでした。